人が作ってる曖昧さがあるのが吹きガラスやと思うんですよ。いびつにしかできないと、いびつに作ろうと思うのは別やと思うんだけど、できたらそのいびつさを残した表現っていうのをしたいと思ってますね。Stop. Stop. 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 よいしょ。Stop. Stop. Stop.
18歳高校卒業した時にやりたいことがなかったんですよ。アルミ板金の会社に入ってそこでこう仕事してたんですけど、なんか自分やりたい仕事ってこれなんかなと思いながら働いてて、もやもやしてた時に社員旅行で北海道行ったんですよ。で僕その人がガラス作ってるって知らなくて、吹きガラスっていうことを知らなくて、吹きガラスの工房にブラッと行って、その時になんかおっちゃんが一人でなんか汗かきながら仕事してて、くるくる回しながらやってんなみたいな。でもここが表ガラス屋さんやし、この人何やってんやろうと思って聞いたら、今から仕事するからまあそこで見ときいなって言われて、見ててなんか吹きガラスって人が作ってんや、これやってみないなと思ったんが始まりですね。帰ってすぐにいろいろ知ってるであろう人に、自分は吹きガラスっていうものを見てそれやりたいねって言ったら、今やったら学校に行かなあかんやろなって言われて、で大阪にある大阪デザイナー専門学校っていうところにプロダクトデザイン科があって、そこの素材学として吹きガラスがあったんですよ。退職願い書いて、だからそこは早かったですね。なんかやりたいことが初めて見つかったから、それをやりたい一心だけやったと思います。僕のこだわりはお客さんに選んで触ってもらうことですね。重さやったりとか持ち心地が違ったりするんです。で普通の透明のグラスでもやっぱり違うものがあんねんけど、柄とかこうちょっと持ってもらって選んでもらう。で選んでもらって、なんかこの子色はいいんやけどこの子形がいいし、どっちにしようって悩んだものはきっと大切にしてくれはるし、割れた時にショックに思うから、ショックに思ったらもう一回買いに来てくれはるんですよね。って思うと、なんかこう選んでもらってなんか触ってもらうっていうのが一番かな。ガラスは僕はなんかすごい二面性があるなと思ってて、っていうのは自分が初めてガラスっていうのを見た時に思ったことですね。こんな綺麗なものを、涼しくて綺麗なものをこんな暑苦しいところでこんなおっさんが作ってんやっていうのがなんかすごいギャップがあって、で僕の作ってる作品も光と影みたいなことがテーマになることが多いんで、なんでこう一見僕の作品って陶器に近いシリーズもあるんで重く見えるんですよね。やけど陶器なんだろうなと思いながら触ったら、陶器に比べたら確実に軽いんですよね。でなんかガラスから見るとなんか風合いがちょっと違うからっていう、一番ギャップが一番のガラスの魅力じゃないですかね。体験したら汗かきながら緊張しながらもの作って、出来上がるものはなんか冷静で涼しいものができるっていう、
のはなんかガラスにおける一番の僕は魅力かと思いますね。人が作ってるっていうことですよね。だからその人が作ってる曖昧さがあるのが吹きガラスやと思うんですよ。で機械で作ってるプロダクションって曖昧さがないことを求めてるんで、逆の部分があるのが吹きガラスやから、人でしかできない仕事をやってるから AI がどんだけ進んでも僕らの仕事は僕らの仕事なんですね。吹きガラスの魅力はそこなんかなと思ってます。そう性格が出るというか、10人の作家に口の径は8センチ、下6センチ、高さ5センチのグラス作ってくださいって10人の作家に透明で頼んでも多分10個の形あると思うんですよね。っていうのがなんか面白いのが吹きガラスの魅力やと思いますね。僕らって均一にものを作るように上手くなっていくんですよ。で上手くなってって企業案件もらった時に40個ぐらいのものを並べたんですよね。その時均一にできた時にほんまやったら喜ぶべきことなんですよ。めっちゃ揃ってるわやったって思うべきことやったんやけど、あれちょっと待ってみたいな、機械と差別化してものをやりたいと思ってきてたのに均一にできるってことは別に機械でよくないみたいな感じで思うようになった時になんかあれっていびつにしかできないといびつに作ろうと思うのは別やと思うんやけど、できたらそのいびつさを残した表現っていうのをしたいと思ってますね。僕の今やってることは、吹きガラスっていうものを普及させること。普及させるっていうのは作家の先生になって作品展をして作家の先生のものを買うことっていうのも普及やと思うんですよ。やねんけど僕はもっとこう裾野の方っていうのかな、ちっちゃい子とか社会人になった人でも吹きガラスっていうのを知ってもらって、ガラスってこんなんできんのかなって、こんなん作れんのかな、こんなんしてもらえんのかなっていうことを言いやすい状況を僕は作りたいなと思ってて、そうしたらもっとこう吹きガラスっていうものが世の中に出ていってガラスをやっていきたい人も生きていけるし、ガラスでこんなん作ってほしいっていう人も注文できてっていう循環がしたいって思うことと、僕らの仕事についてゴミ問題ではすごい大きくて、制作過程でできたゴミを捨てると産廃になるんでお金出して物を捨てなあかんし、一回これ家のゴミの話になるんですけど、家のゴミを亀岡市のクリーンセンターに捨てに行った時にでっかい穴が掘られてて、そこに投げ込んでくださいって言われて、投げ込むのほな自分の捨てたゴミが見えてるんですよね。これいつかいっぱいになるんちゃうかなと思ってね。昔何の絵本で見たかは覚えてないねんけど、穴の中にポイポイゴミ捨てていったらそのうち空から同じゴミが降ってくるっていう絵本を見た記憶があって、そんなんなるんちゃうみたいなって思うと、ゴミを減らすっていうこと、自分の工房の中で循環させるっていうことがなんか大切なことなんじゃないかな。でそうしたらいつか生まれるのか分からへんけど、僕の孫とかひ孫とかがもうちょっと快適に過ごせる未来が来るんじゃないかなと思って今活動してますね。まずこの設備ですね。これがガラスを溶かす設備になってて、僕らはこの、金属のパイプでガラスを巻いていきます。で、何入っているのか見えへんねんけど、こうやってこう突っ込んでいくと、今こう先っぽになんかついてると思うんですね。これがガラスの面になります。で、これをこう巻き取って作業していきます。で、こうやって回転止めるとタラーって垂れるんですね。で、垂れたものがこう下にとぐろ巻いてるの映ってます。これがガラス面になりますね。ここでガラス巻いたらここで触ってガラスが硬くなったらこの釜、この中がだいたい1000度ぐらいになってて、ここでこう温め直して柔らかくしてまたここで作業するっていう形になります。で僕らは手で触れないんでこういう
金属の道具やったりとか、こういう新聞、これ濡らしたものなんですけど、これで触ったらガラスが熱くないですね。こういうものでガラスを成形していくっていう感じです。でここからガラスを巻き出して、こことここ行ったり来たりして、形ができたものはこの釜の中、この中が500度ぐらいに熱をして、この中に入れて、保管していく。で500度から常温までは一晩かけてこう落としていくという形になります。これが大まかな設備の話になります。若い人で言うとセンスっていう言葉を捨てることですね。よく聞きません？自分センスないし無理やわ、なんか言葉を言わはんなみたいな、そのやってもないのにセンスを決めるって、ほな一握りの人しかその仕事ってできないことになると思うんですよね。好きなこととか好きやから続けられるって思う気持ちが多分センスなんやと思うんですよ。アホでもやってりゃうまくなるから、センスっていうことは置いといて、やりたいことをその時の自分の思うだけ頑張ることじゃないかな。他素材の作家さんとコラボしていくことっていうのは、ちょっとコラボの考え方がちょっとだけ違って、気の合う仲間ができてきたんで、関係性ができて、その人のニュアンスができて、なんかちょっとこんなんやってくれへんって、こんなん一緒にやろうやっていう空気感の中でこう一緒にコラボしていくこと。今灯籠を作ってる石材屋さんと仲良くしてて、なんか憧れるような人で、その石材で灯籠とか作って海外でそれをこう発表したりするんですよ。その中でやっぱり海外でものを発表したりするっていうのは、英語が話せないからできないって決めつけてたけど、会話とかっていう英語をなんか勉強したら海外で発表できんちゃうかなと思って、今その英語が話せるようになることと、仲いい人とその気の合う人とものを作ったことを海外で発表することっていうのはやりたいですね。海外の人の方がなんか反応が良かったりするんですよ。そう体験とかでもなんかすごい喜んでくれたりとか、なんか帰る時にどっかで売ってへんのみたいな感じで言っていかはる方がやっぱ多いんで、海外っていうものと接点持ってしたら僕も海外に仕事で行けるんじゃないかなほんなこうね、仕事で行っていろいろ見れるって嬉しいじゃないですか。そんなんしたいな。